ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。なんか、背景がすごく素敵じゃない？カルティエ素敵だよな。私は毎回これがいいわ。いっそのことカルティエチャンネルにしてほしいぐらいよ。残念だけど、カルティエの知識が足りないから無理だな。しっかり勉強しなさいよ。頑張るけどカルティエ専門チャンネルは無理だぞ。残念だわ。でも、カルティエの時計人気はどんどん上がってきてるぜ。そうなの？2023年スイス時計業界の推定売上高ランキングで、カルティエは堂々の2位なんだぜ。カルティエすごいじゃない。ちなみに、1位はロレックスで圧倒的シェア率だぜ。ロレックスは別格ね。小売市場で、シェア率 30.3% はすごすぎて言葉がないぜ。そんなに売れてるのに在庫はないのね。時計界の七不思議に数えてもいいかもな。ロレックスは、売上高が100億スイスフランを超えたぜ。100億スイスフランは日本円でいくらぐらいなの？現在の為替レートで、1兆7086億6000万円だな。ゼロが多すぎて、すごいことが伝わってきたわ。現在の為替レートが、1スイスフランが171円ぐらいだぜ。そんなに売れてて在庫がないのはほんと不思議よね。在庫が無限にあったら売上いくらになるんだろうな。2位のカルティエと3位のオメガは、あまり差がないわね。最近のオメガも注目時計が多いから再楽天もあるかもな。マリサは、カルティエで欲しい時計はあるの？もちろん魅力的な時計が多いから欲しい時計はあるぞ。試着もしてきたから今日は感想を話していくぜ。この番組は、時計の小話の提供でお送りいたします。ロレックス以外の時計の話もしていきますので、ロレックス好き以外の人も、チャンネル登録してくれたら嬉しいぜ。ゆっくりしていってね。最初に勝手なお知らせだぜ。なんなの？いつも楽しく視聴させていただいている時計チャンネル、ベルモントルさんのお店が渋谷に移転してオープンしたぜ。ライブ配信もしているわよね。ヴィンテージ時計にすごく詳しいのでおすすめチャンネルだぜ。ヴィンテージ時計は新品と違うから少し心配よね。詳しい人の説明を聞いてから購入を決めたいよな。その時計の歴史なんかも教えてくれるのかしら？ヴィンテージ時計を扱っているぐらいだから知識も豊富だぞ。その時計の逸話を聞いたら愛着も増すわよね。特にカルティエのヴィンテージ時計への造形は深いぞ。カルティエの人気も上がってるから成功してほしいわね。ホームページを概要欄に貼っとくので覗いてみてほしいぜ。私たちも行ってみましょうよ。予約制だから時間がある時に予約してから行くぞ。楽しみだわ。試着の機会を大切にして、落ち着いた雰囲気でゆっくり選んでほしいそうだから、時間に余裕を持っていきたいな。私は一日中暇だから何時間でも大丈夫よ。さすがにそれは迷惑だぞ。ベルモントルさん頑張ってください。ところで、勝手に紹介しちゃって大丈夫なの？小さいチャンネルだから寛大な心で許してください。相変わらずいい加減ね。時計好きはみんないい人だからな。甘えすぎよ。それでカルティエの欲しい時計はどのモデルなの？まずはこの画像を見てほしいぜ。おじさまの色気がやばいじゃない。そっちも間違いじゃないけど、時計の方を見てほしいぜ。おじさましか目に入らなかったけど、時計も素敵ね。なんていう名前の腕時計なの？モテ時計という言葉が幻想なのが分かった気がするぞ。やっぱりつけている人次第よ。時計は、パンテール、ラージモデル、イエローゴールドだぜ。ゴールド？価格は、税込み472万5600円。470万、すごく素敵な時計だわ。ゴールドと値段でそう思ってないか？そんなことないわよ。最初から時計が素敵と思ってたわよ。怪しいけど、そういうことにしておくぜ。でも、素敵だけど高額だから買えないでしょ？ゴールドモデルは高騰してるから悲しいぜ。デザインも素敵だったわね。ブレスフェチとしてはたまらない魅力を感じてしまうな。もう少し安いモデルはないの？ステンレスモデルもあるぞ。ステンレスモデルも素敵じゃない？価格は、税込み89万6500円。そんなに安いの？すごくお買い得じゃない？クォーツ時計だからな。機械式時計じゃないの？機械式より安いけど約90万円だから安い買い物ではないな。やっぱり機械式の方がいいのかしら？時計好きとしては機械式の方に魅力を感じてしまうな。でも、時間はクォーツの方が正確なんじゃない？それを言ったらスマホで時間は見れるからな。それはそうね。腕時計を着用するのは時間を見るよりも、ファッションだったり気分を上げる目的の方が大きいかな。古いヴィンテージウォッチなんかは時間もすぐに狂いそうよね。着用することで仕事が頑張れたりするんだよな。機械式で気になるモデルはないの？もちろんあるぜ。サントスミディアムモデル、自動巻きのステンレスモデルだ。サントス素敵じゃない。価格は、税込み112万2000円。パンテールより22万5500円高いのね。サントスにはレザーベルトもついてるぞ。それで機械式ならサントスの方がお得かもしれないわね。
サントスには、グリーンやブルーのダイヤルもあるしな。パンテールはラージなのに、サントスはミディアムでいいの？サントスの LM はデート付きなんだ。価格は、税込み122万7600円だから、デート付きが欲しい人にはこちらがおすすめだな。マリサはデートなしが好きよね。合わせる手間が面倒なだけなんだけどな。そういうのは、好き嫌いじゃなくて横着というのよ。霊夢にだけは言われたくないぜ。やっぱり機械式のサントスがいいんじゃない？パンテールのブレスはブレスフェチにはドストライクだぜ。機械式のパンテールがあればよかったわね。ほんとそう思うぞ。クォーツ時計の寿命はどれくらいなの？ネットで調べると10年ぐらいの意見が多いな。意外と短いのね。30年前のクォーツ時計も販売されてたりするから、個体差もあると思うぞ。それでも値段で考えたら機械式の方がいい気がするわ。現行品なら部品もあるから内部部品を、丸ごと交換すれば使えると思うけど維持費はかかるかもな。じゃあ、マリサが生きてるうちは大丈夫じゃないの？真面目にそれは思ったんだ。そうなの？ぶっちゃけ、死んだ時に時計は持っていけないからな。それはそうだけど、機械式なら100年後に誰かが使っているかも。って、ロマンは確かにあるけどな。資産性もあるわよね。そういうことを無視した時計もあっていいと思うんだ。趣味だから変に縛られてもつまらなくなるわね。機械式時計なら動いていることがわかる秒針が欲しいけど、クォーツなら秒針がないに死んでも不便じゃないしな。クォーツだったら選ばない時計を選べるメリットもあるのね。そうなんだ。結論はどっちに決めたの？悩ましくて決められないから、試着にも行ってきたんだ。そういえば、そんな話をしてたわね。パンテールはそれぐらい魅力を感じた腕時計だぜ。試着した感想はどうだった？一緒に見てみてほしいぜ。最初は、パンテールのラージサイズからだ。サイズ感はぴったりなんじゃない？ちなみに腕周りは17センチぐらいだから参考にしてほしいぜ。ブレスの感じはどうだったの？保護フィルムがあるからわからなかったな。それは残念だったわね。次は、MM サイズだな。ちなみに価格は、税込み81万4000円だ。そんなに小さい感じはしないわね。腕時計って見た目で小さく思っても、腕に乗せると違和感なかったりするんだよな。やっぱり試着は大切ね。安い買い物じゃないから、試着は絶対にした方がいいぜ。どちらかといえばラージかしら？購入するならラージサイズを購入したいと思ってるぞ。サントスも試着はできたの？サントスも展示品があったから試着させてもらえたぞ。よかったわね。最初は、LM サイズからだ。パンテールより存在感があるわね。パンテールをつけた後だと大きく感じたな。ドレス感はパンテールの方があるかしら？パンテールには色気があるよな。時計にはね。一言多いぞ。MM はどんな感じだったの？サントスの MM サイズだ。LM よりこちらの方がぴったりな感じがするわね。スポーツウォッチなら LM のサイズ感もありだと思うな。結論は出たの？どちらも良くて余計に迷ってしまったぜ。試着に行った意味がないじゃない。迷走して他のモデルの時計も試着させてもらったぜ。販売員さんは、もう帰れって思ってたんじゃないの？すごく丁寧なサービスをしてくれたから甘えてしまったな。それで、この素敵な時計は何かしら？タンクマストの XL だ。価格は、税込み79万2000円。レザーベルトもいいんじゃない？ドレスウォッチは持ってないから欲しくなってしまうな。お値段も機械式で比較的お手頃よね。調子に乗ってミニもチャレンジしてみたぜ。ミニ？さすがにそれは調子に乗りすぎじゃないの？やっぱりそう思うか？こういうのはモデルさんだから似合うのよ。そうなんだ。つけてみて、調子に乗ったと反省したぜ。小さいわね。タンクミニモデル、クォーツのイエローゴールド。価格は、税込み120万1200円。小さくても値段は小さくないわね。ゴールドモデルだから仕方がないと思うぞ。視聴者さんは、見た感じどういう感想かしら？この境地にまでたどり着くまでには、まだまだ若輩すぎたぜ。もう2段階ぐらいステップが必要だと思ったな。ドレスウォッチとしてアクセサリー感覚なら、若い人の方が付けこなしそうよね。おしゃれな若い男性なら似合うかもしれないな。もう今からじゃ手遅れね。良い経験ができたと思うことにするぞ。試着も色々して楽しかったんじゃないの？パンテールのゴールドモデルも実機が見れたしな。やっぱりゴールドは素敵ね。色気がやばいよな。試着はさせてもらわなかったの？さすがにその勇気はなかったな。素敵なだけあって、お値段も高額だしね。クォーツ式で400万円オーバーは今は手が出ないけど、最後の上がり時計としては考えたいぐらい素敵だぜ。寿命も短いから大丈夫ね。長生きはしたいけどな。それで、買うならサントスとパンテールどっちなの？変わるかもしれないけど、今時点ならパンテールが欲しいな。ドレスウォッチを持ってないしいいかもね。資産性を考えずにデザインだけで1本購入してみたいしな。
趣味だしね。資産性を考えるとどうしてもロレックスに縛られるよな。資産性があるのはいざという時の備えになるしね。富裕層じゃないほど資産性は重要な要素だと思うぞ。間違いないわね。あと、販売員さんが教えてくれたんだけど。何かしら？前回までの値上げの際は、値上げ日までに、購入代金を先に支払って予約すれば大丈夫だったらしいぜ。ロレックスは予約できないから、値上げ前に買えなかったら値上げ後の金額よね。そうだぜ。今回も同じになるかわからないけど、同じなら値上げ前に購入代金を支払って予約した方が得だぜ。腕時計の値上げは高額だもんね。10万円以上の値上げも普通に起きるからな。購入を考えている人は、値上げ情報をチェックしておいた方がいいわね。情報は大事だぜ。今回の小話はいかがでしたか？カルティの魅力はぜひ試着して味わってほしいな。今回の動画が面白かったり、興味を持ってくれた方は、チャンネル登録&高評価。すごく励みになるのでよろしくお願いいたします。コメントももらえるとすごく嬉しいぜ。動画の数も少しずつ増えてきましたので、まだ視聴していない動画がございましたら、もう一本視聴していただけるとすごく嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。